ラベンダー畑の真ん中を歩いてる。先ほどまで富良野駅周辺を旅していまして、駅に戻ってきました。これから乗車するのは16時53分発札幌行きの富良野ラベンダーエクスプレス。改札を抜けるとパッと目を引く車両が止まっています。夏限定で運行される富良野ラベンダーエクスプレスは札幌富良野間を結ぶ特急列車。使用されているのはキハ261系ラベンダー編成です。紫色一色じゃなくて、この2色のラベンダーカラーで彩られた車体がさっき見たラベンダー畑の美しいグラデーションを思わせるデザインです。どっしりとした存在感のある先頭形状も北海道といえばの見た目ですね。力強く駆け抜ける特急らしい車体だなと感じます。車両は5両編成、2号車から5号車までが全席指定席となっていて、1号車は誰でも利用できるフリースペースのラウンジが設けられています。では早速ラウンジに行ってみます。ブラウンを基調とした落ち着いた雰囲気のフリースペース、ラベンダーラウンジ。窓に向かって景色を楽しめるカウンター席やグループで利用しやすいボックス席を備えていて、 Wi-Fi やコンセントも利用可能です。思い思いの時間を過ごせる空間となっています。シートはレザー調の素材が使われていて高級感がありました。程よい柔らかさで座り心地も良くて、ここにずっと座っていたいなと思うくらい快適です。コンセントにはなんとスマートフォンスタンドまで備え付けられてました。充電をしながら北海道の美しい景色を撮影したり、好きな動画を楽しんだりできるので、これは個人的にかなり嬉しいポイントです。それでは早速富良野駅を出発します。富良野といえばラベンダー。毎年夏には多くの観光客が訪れますが、札幌と富良野を結ぶ定期列車はありません。でもこの列車が札幌までピュンと乗り換えなしで約2時間で連れて行ってくれます。2時間というと東京から京都くらいまで行けちゃいそうですが、北海道で考えるとかなり近いなと感じます。乗車には乗車券と指定席特急券が必要です。富良野から札幌までの通常料金は5440円ですが、エキネットの特急特ダネを利用すればなんと半額の2720円から乗車することができます。ただ人気ですぐに売り切れてしまうので、利用を考えている方は早めに予約しておくのがおすすめです。車窓に見えてきたのは空知川、石狩川水系最大の支流です。列車はしばらくこの雄大な流れに沿って進んでいきます。空知という名前はアイヌ語のソラプチに由来するとされていて、滝がごちゃごちゃ落ちているという意味があるそうです。広大な敷地で農作物が育てられているところもたびたび目にします。いつ食べられるのかなとお腹が空いてきます。大きな窓には車窓いっぱいの緑。車内の高級感も相まって贅沢な雰囲気です。車内には大きなスーツケースなどを置ける大型の荷物置き場も各号車に設置されています。スペースは多めにあったので、スーツケースを持ってきていても安心です。トンネルに入ると照明がとってもおしゃれで、新幹線のグリーン車みたいな雰囲気が広がります。ラベンダーラウンジでは記念乗車証明書を発金しました。もちろんスタンプを押して持ち帰ります。そしてその横には思い出ノートが置かれていたので、せっかくなので私も旅の記念に書き残してきました。こちらは昔の車内販売とかの名残でしょうか。
お手洗いは2、3、4号車に設置されていて、2号車には多目的トイレもあります。こちらは多目的室、体調を崩してしまった際の休憩や授乳、おむつ替えなど様々な用途で利用できるスペースです。必要な場合は乗務員さんへ声をかけて利用します。座席は2列プラス2列、落ち着いた紫色を基調としながらも腰部分に腰当てのクッションがあって、こちらにはカラフルな差し色が使われています。とっても可愛らしいデザインで、どの色にするか狙いたくなります。実際に座ってみると、この腰当てが腰と背もたれの隙間をしっかり埋めてくれるけど分厚すぎないので、とっても快適でした。もう個人的にはこのクッションはぜひ他の列車でも採用してほしいと思うほどお気に入りです。各座席には背面テーブルに加えて収納ポケットやドリンクホルダーがあります。荷物をかけられるフックも2つ備えられているので便利です。チケットホルダーもあったので使ってみました。ここを利用する際は取り忘れにご注意ください。柔らかい照明と木目調の天井も落ち着きます。2号車には車椅子スペースも設けられています。芦別駅に到着しました。ここから車でおよそ15分、小説赤毛のアンの世界を再現したテーマパークがあります。芦別市は赤毛のアンの舞台であるカナダプリンスエドワード島州の州都シャーロットタウン市と姉妹都市を結んでいて、その縁から誕生した異国情緒あふれるスポットだそうです。屋根を見ると雪が落ちやすいように片側が短く急な形状になっていて、そして等間隔にカラフルな家が並んでいて可愛いです。北海道は本当に可愛いお家が多くて、それを見るのも毎回の楽しみになっています。ヘッドレストは両サイドがちょっと高くて、頭を包み込むような感じになっていました。頭を優しく支えてくれるので、景色を眺めるときはもちろん、うたた寝をするときも首が安定してより快適に過ごせます。もうかなり快適で、ついうとうとしてしまいます。車窓を見てると家がカラフルでいいなと本当に何度も思ってしまうのですが、これは雪景色の中で家を見つけやすくするためなのかなとも思いました。実際のところどうなのでしょうか。空知川に架かる特徴的なアーチ橋が見えてきました。こちらは空知川水管橋、水道用の管を通して対岸へ水を送る役割を担っているそうです。滝川駅に到着しました。滝川駅は函館本線と根室本線が接続する交通の拠点です。列車はまっすぐ走り続けます。北海道は小麦の生産量日本一、国内で生産される小麦のおよそ7割を占めています。収穫の時期を迎え、黄金色に染まった小麦畑とその隣に広がる青々とした畑、緑と黄金色がくっきりと分かれ、夏の北海道ならではの美しいコントラストを楽しむことができました。北海道の駅のホームには面白いものがいっぱいあるなという印象なのですが、岩見沢駅でも見つけました。こちらの馬の像、
かつてこの地では万栄競馬が開催されていたそうで、北海道の開拓を支えた馬たちの歴史を今に伝える岩見沢ならではのシンボルです。デッキ部分は車両の形状が分かりやすい曲線を描いた特徴的なデザインです。まっすぐに伸びる木々と一直線に続く道、広大な北海道ならではの景色です。岩見沢駅を抜けると車窓には少しずつ住宅が増え始めます。札幌へ近づいていることを感じながら美しい夕日に染まる景色を眺めていると、この旅も終わりに近づいているのだと少し名残惜しい気持ちになります。高い建物も見えるようになってきました。札幌まであともう少しです。札幌駅に到着しました。いろんな特急列車の案内板がかけられていて、この土地から広がる旅を想像するとワクワクします。札幌駅では特急ライラックと並びました。見た目は似ていますが、私が乗ってきたキハ261系はディーゼルカー、ライラックは789系電車です。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。メンバーシップでは週1で配信などもしていますので、よかったらチェックしてみてください。またねー。